こんにちは。今日はキャンドル作りに欠かせない芯のサイズ選びについて説明します。適切な芯を選ぶ作業はとても大切です。キャンドルのサイズに合っていない芯を選んでしまうと、途中で火が消えてしまったり、炎が思っていたよりも小さかったりと、燃焼トラブルが起きてしまいます。実は適切な芯を選ぶ作業は単純なようでとても奥が深いのです。では、あまり聞き慣れないキャンドルの芯のサイズ表記は一体どんな意味があるのでしょう。キャンドルの基礎知識。芯のサイズ表記。例えば、芯のサイズの一つの 4×3 プラス2。これはどういう意味になるのでしょうか。これは4本の細い糸を1束にし、3玉を編んだもので、中心に固く寄った2本の糸をプラスしたものとなります。全部足した数は芯の構成本数を表しています。また、芯は細い糸の構成本数が多くなるほど太くなり、ワックスを吸い上げる量が大きくなり、大きな炎になります。室内での大きすぎる炎は危険です。また、炎が大きくなるほど煙が出やすくなり、キャンドルの燃焼時間も短くなります。キャンドルの目的に合わせて芯のサイズを選ぶことが大切です。キャンドルの芯には、先ほどの 4×3 プラス2などの表記で表される平らに編まれた平編みの芯と D から始まるサイズで表記される丸く編まれた丸編みの芯があります。丸編みの芯の方が吸い上げが高く炎が大きくなるのが特徴です。また、もともと色が染めてあるカラフルなおしゃれな芯もあります。先ほどの D サイズの芯も太く吸い上げが高い芯なのですが、フレグランスキャンドルなどでもっと吸い上げを上げたいときは、麻紐が練り込まれたこのようなタイプの芯がおすすめです。他にもたくさんの種類があるので、用途に合わせて使ってみてください。芯の使い方。芯のコーティング。買ったばかりの芯はコーティングがされていません。柔らかいままの状態で使用すると、灯した時のろうの吸い上げが良くなかったり、芯をまっすぐに固定できずに歪んでしまって、炎が均一にならなくなってしまう失敗につながります。芯はそのまま使わずに、使用前にワックスに浸してコーティング処理をします。ワックスが溶けたので、芯をコーティングしていきます。まず、芯を置く大理石ボードを用意します。これは何でも大丈夫なのですが、芯を熱いうちに平らに置ける場所を先に用意しておきましょう。溶けたワックスに芯を浸します。熱いので注意してやってください。ピンセットで芯を掴んだら、トイレットペーパーで拭いていきます。残ったワックスをしごくようにして、余分なワックスを取ってください。横に置いたボードの上にまっすぐに置いて固定します。この時曲がっていると、曲がったまま固まってしまうので注意してください。置いた芯はあっという間に固まります。今は1本ずつやりましたが、たくさん作るときはまとめて10本とか20本とかをやっておくと便利です。コーティングした芯は
ぐしゃぐしゃにしてしまうとその形になってしまうので、なるべくまっすぐにして保存しましょう。座金についてキャンドルの芯を固定させるパーツを座金と言います。燃焼に関わる大切なパーツですので、用途に合ったものを選びましょう。座金の役割は主に2つあります。1、炎を安全に消すため。2、芯を中心に固定するため。座金は芯を中心に固定し、炎を安全に消す役割があり、立ち上がりの部分の長さは3から6ミリが一般的です。座金の径のサイズは芯の太さによって使い分けます。座金の選び方は、芯の太さに合わせて A の径のサイズを選ぶ。また、火を消したい位置によって B の立ち上がりの高さを選ぶ。座金の使い方について説明します。座金に芯を設置する方法を細い芯と太い芯でやってみたいと思います。座金の突起している部分から芯を通し裏側に出します。この時5ミリぐらい折り曲げます。次に突起部分をペンチで潰します。座金の曲がってしまった部分は手で直せます。少し平らに直してから突起部分が抜けないか確認してください。太い芯も同様に突起部分から芯を通し、裏側を5ミリぐらい曲げて、突起部分をペンチで潰してしっかりと留めます。座金の固定方法。製作の途中で座金から芯が抜けてしまったり、グラスの中心部分からずれてしまったり、実は座金はしっかりと固定することがとても重要です。まず突起部分をペンチでしっかり潰す場合も、芯が抜けないか必ず引っ張って確認してください。さらにその座金をグラスに固定する場合は、グルーガンや接着剤などで力を加えても外れないくらいしっかり留めることが失敗を防ぐ秘訣です。最後の最後で芯を引っ張って座金が浮いてしまったり、芯が抜けてしまうともう修正ができないので、十分注意する大切なポイントです。どの芯を使用するかは、キャンドルのサイズ、ワックスの種類、香料や着色料の種類、量で変わります。キャンドル作りで一番大事なことは、いかに安定してきれいに燃焼するかです。今日はキャンドル作りで意外に重要な芯の選び方と座金について解説しました。キャンドルを作る時の芯選びの参考にしてみてください。本日もありがとうございました。また次のレッスンでお待ちしています。